1615年5月7日、大阪城が燃えている。この城には10万の兵がいた。その多くは15年前の関ヶ原で負けて主を失った男たちだ。彼らはなぜ勝ち目のない側に志願したのか。答えは忠義ではない。戦が終わって彼らは食えなくなっていた。このチャンネルでは日本の歴史を王や将軍ではなく、その場にいた普通の人々の目線で描きます。今回あなたが体験するのは大阪の陣最後の半年です。15年前に関ヶ原で負け、それきり職を持てなかった一人の男の目から見ます。動画の最後にはこの物語の舞台を今日実際に訪れる方法も紹介します。舞台は大阪、今の大阪市です。上町台地という細長い高台の北の端に、当時日本で最も落ちにくいと言われた城が建っていました。それでは慶長に10年の春、大阪城へ。走れ。背中が熱い。振り返らなくてもわかる。天守が燃えている。石畳が熱い。息を吸うと煙が喉に刺さる。横を走っていた男が倒れる。起こしてやる余裕はない。火の粉が横に流れる。城が自分の熱で風を作っている。半日前、あなたはこの城の南にいた。赤い一団が丘を駆け下りてくる。具足も指物も旗も全部赤だ。その先頭にいる男の兜には鹿の角が伸びている。真田信繁、後世幸村と呼ばれる男だ。ただし本人は生涯そう呼ばれたことがない。その赤が徳川の陣に吸い込まれていく。遠すぎて音は届かない。それがあなたが見た最後の勝ち目だった。慶長に10年5月7日、大阪城が落ちる。この城には10万の兵がいたと伝わる。正確な数は誰も数えていない。ただ、その大半が15年前に主を失った男たちだったことは分かっている。彼らは勝てないと分かっている側に自分から志願した。忠義のためではない。戦が終わって食えなくなっていたからだ。これはその10万人のうちの一人の話だ。名前は残っていない。半年前に戻る。慶長19年の冬。大阪城の門の前に男たちの長い列ができている。西からも東からも来ている。揃いの具足を着ている者は一人もいない。あなたもその列にいる。32歳だ。門の脇の机で書役が名を書き留めている。あなたの番が来る。名は藤吉と答える。姓は名乗らない。名乗る者がない。年は32。何ができる？ここで少し詰まる。一度だけ戦に出ました。関ヶ原です。生きて帰りました。書役は顔も上げない。筆が動く。それで終わりだ。あなたが持っているものはこれだけだ。寸法の合わない銅が1両。陣がさ、腰に脇差しが1本。刀は刺せない。刺していい身分ではない。そして顔の左に眉から頬にかけての古い刀傷。この傷が今のところあなたの唯一の証明だ。浪人と呼ばれる。だが正確には違う。浪人とは鹿を失った武士のことだ。あなたは武士だったことがない。15年前、村から借り出された客商だ。列が進む。門をくぐる。手のひらに銀が渡される。冷たくて重い。15年ぶりにあなたは雇われた。なぜこうなったのか。15年前に戻る。慶長5年、関ヶ原。あなたは17歳で初めて戦場に立った。具足も槍も借り物だった。半日で全てが終わり、あなたのいた側が負けた。顔を裂かれたのはその時だ。逃げる途中で
誰のものともわからない歯が横から来た。あなたは借りた具足を沢に埋め、朝のこそで一つで村へ帰った。百姓に戻った。その時はそれでよかった。最初の数年は悪くなかった。戦はもう起きない。誰もがそう言い、それは本当だった。本当だったことが問題だった。関ヶ原の後、負けた側の大名は片端から取り潰された。浮田、長宗我部、小西、石田、両国ごと消えた。毛利と上杉は100に10万石が30万石になった。石高とはその土地が養える人間の数だ。鹿が潰れれば家臣は全員まとめて職を失う。何十万人が行き場を失ったと言われる。正確な数はわからない。問題はその次だ。天下が定まると、どの家も家臣を増やすのをやめた。戦が起きないなら兵はいらない。腕一本でのし上がる道が閉じた。方向構えというものもあった。鹿を追われた者を他のどの家も雇うなという処分だ。どこまで守られていたかははっきりしないが、そういう扱いを受けた者もいた。そして、あなたはもっと悪い。武士ですらない。取り潰される鹿すら持っていなかった。あなたは桑を振った。田を打ち、水を引き、稲を刈った。兄の田だ。あなたの田ではない。飯は食わせてもらえる。消えた飯を最後に。手の皮は厚くなった。だがそれは桑の皮だ。槍の皮ではない。夜、埋めた具足を思い出す年が何年か続いた。やがて思い出さなくなった。平和はあなたから何も奪っていない。あなたが持っていたものの値段をゼロにしただけだ。そして慶長19年、今日の方広寺の鐘の文字が問題にされた。国家安康、君臣崩落、徳川の名を裂き、豊臣の繁栄を願うものだ、と解釈された。その冬、大阪城が兵を集め始めた。身分は問われない。百姓でも浪人でも構わない。銀が出る。15年ぶりに、あなたの技能に値段がついた。それが、生涯で最後の求人だった。あなたが配されたのは、城の南だった。この城が落ちないと言われたのは、天守のせいではない。地面のせいだ。城は上町台地の北端にあり、東も西も北も低い湿地と川だ。攻める側は足場のない泥の中を進むことになる。弱点は一つ。南だけが台地と地続きで、乾いた地面のまま城に近づける。その南に出丸が一つ築かれた。真田丸と呼ばれた。あなたはその土塁の上に立っている。足の下は突き固めたばかりの新しい土だ。柵の隙間から南を見ると地面が平らに開けている。ここだけが乾いている。指揮を取ったのは真田の武士で、冒頭であなたが遠くに見たあの赤い一段の主だ。この出丸がどんな形だったのかは実はよくわかっていない。大きさにも形にも複数の説がある。わかっているのは場所だけだ。慶長19年12月4日、夜が明ける前から南の平地に人が集まる音がしていた。来る。土塁の下から歓声が上がる。徳川の兵が斜面を登ってくる。あなたは火縄を吹く。狙わない。狙う必要がない。人が密集して登ってくる斜面に向けてただ引く。撃つ。込める。撃つ。指が震えて弾がうまく入らない。隣の男が舌打ちをする。それでも撃つ。斜面に人が倒れて、その上をまた人が登ってくる。土塁の際まで来た男を隣の男が槍で突き落とす。あなたも脇差しを抜いた。抜いたが届く前に相手は落ちていた。やがて歓声が遠ざかった。攻め手が退いていく。土塁の上で誰かが笑い出す。つられてあなたも笑う。手が震えているのはまだ止まらない。勝ったのだ。15年ぶりに戦場に立ってあなたたちは勝った。そして12月22日、和睦が成立した。
条件の一つに堀を埋めることがあった。総構の堀を埋め、二の丸と三の丸を壊す。本丸は残す。翌日から外で土の音がし始めた。土塁の上からそれを見ている人足が土を運び、堀に落としていく。毎日水面が狭くなる。あの日あなたが敵を撃った斜面が少しずつただの地面になっていく。徳川方が約束を曲げて内堀まで埋めたという話がよく知られている。だが当時の記録ではそこがはっきりしない。大阪方も承知していたのではないかという指摘もある。誰も止めなかった。止められる者がいなかったのかもしれない。あなたにはわからない。あなたは雇われた男で、命令は上から降りてくるだけだ。春が来た時、城に堀はほとんど残っていなかった。この城を落ちない城にしていたのは、天守でも兵の数でもない、地面と水だった。その水がなくなった。堀がないということは、籠城ができないということだ。城を出て野で戦うしかない。5月6日、城の東で2つの戦いが同時に起きた。大和からの道では後藤元次が撃たれた。黒岳を出奔し、どこにも仕官できなくなっていた男だ。彼もまたこの城に流れ着いた浪人だ。河内からの道では木村重成が撃たれた。20歳そこそこだった。知らせが入るたび周りの男は減っていく。逃げた者もいる。あなたは残った。行く先がないからだ。5月7日、城の南、天王寺と岡山の間に両軍が並んだ。あなたはその列のどこかにいる。前でも後ろでもない、名前のつかない場所だ。茶臼山という小さな丘がある。冬の陣ではそこに徳川家康が本陣を置いていた。この日そこに立っていたのは信繁だ。同じ丘だ。ここで布陣を模式的に整理する。北には大阪城がある。大阪方は城を背にして天王寺口と岡山口へ部隊を並べた。徳川方はその南側に厚い陣を敷いている。西の茶臼山に真田の武重、東の岡山には徳川秀忠だ。家康の本陣は真田隊から見て南東の後方にあった。真田隊の正面には徳川方の前線があり、その後ろにも後続の部隊がいる。家康の本陣へ届くにはこの厚い戦列を正面から割って進むしかない。そしてあの赤が動いた。丘を駆け下りてくる。具足も指物も旗も線路赤い。あなたのいる場所からでもそれがどこへ向かっているのかは分かった。あなたも走った。前の男が走ったからだ。理由はそれだけだ。旗も号令もあなたのいる場所までは届かない。土煙で10歩先が見えない。3つに分かれた真田隊は徳川方の前線に食い込んだ。正面の部隊が崩れてもその後ろには次の部隊がいる。真田隊は止まらずさらに南へ進んだ。その先に家康の本陣がある。真田隊は退く部隊を追い後方の本陣へ迫った。戦場全体の勝敗ではなく家康一人に狙いを絞った突撃だった。信繁は家康の本陣一つだけを狙った。徳川の陣は崩れ家康の旗が倒れたと伝わる。だが届かなかった。信繁は撃たれた。どこで撃たれたのかは人のところはっきりしない。安井天神の境内だったとも言われ、近年見つかった記録では別の高台で休んでいるところを撃たれたとも言う。あなたがそれを知るのはずっと後だ。この時分かったのは前が急に詰まって次の瞬間に全員が逆を向いて走り出したことだけだ。崩れる軍隊の中では走る以外にできることがない。止まれば踏まれる。あなたは城に向かって走った。そしてあなたが最初に見た光景になる。翌8日の未明、城は落ちた。豊臣秀頼と母の淀君は山里丸の焼け残りの蔵で自害したという。30人余りが一緒に死んだ。
あなたはその煙を遠くから見ただけだ。城の中枢にあなたはいない。雇われた男だ。誰が死んだのかを知るのはずっと後になる。あるいは知らないまま終わる。あなたがどうなったかは記録にない。この城で死んだ者の大半がそうだ。400年後、あなたが走った場所はまだある。大阪城公園、大阪市中央区。ただし今そこに立つ天守は1931年のものだ。あなたが背中に熱を感じた天守ではない。石垣も落城の後に徳川が積み直した。あなたのいた城はこの地面の下にある。そこから南へ歩く新安寺という寺の前に真田丸顕彰碑が立っている。あの出丸はこの一帯にあった。今は寺と学校と住宅が並ぶ。あなたが火縄を構えた土塁は地面の下のわずかな落ち込みとして残るだけだ。すぐ近くの三光神社には真田の抜け穴と伝わる穴がある。伝わるという言い方をしておく。さらに西に茶臼山。冬には家康が、夏には信繁が同じ場所に立った丘だ。今は池のほとりのただの丘に見える。坂を降りたところの安い神社が信繁の終焉の地と伝わる場所だ。石踏みが立っている。大阪城からここまで歩いて15分ほどだ。大阪城には毎年大勢が来るが、ここまで足を伸ばす人はほとんどいない。大阪城にこもった10万の多くは関ヶ原で職を失った男たちでした。彼らが志願したのは忠義のためだけではありません。15年の平和が彼らの唯一の技能から値段を消していたからです。城は堀を失った時に落ちていました。5月7日はその結果が出た日に過ぎません。そして落城から2ヶ月後の7月13日、年号が慶長から元和に変わりました。元和演武と呼ばれます。演武とは武器をしまうという意味です。彼を飢えさせた平和にようやく名前がついたわけです。彼が死んだ2ヶ月後に。次回はこの全部が始まった日の話をします。戦後160年、桶狭間、25000の大軍に2000の男が勝ってしまった日です。チャンネル登録をしてお待ちください。